の新色プラスってこと言ってて、ワンカラー、まあまあまあいつ出すっていう。ぐらいの時間になってくるとこんばんは。なんか今日はね、朝からなんか頭痛がひどくて、で本当は今日ね撮影日なので一日こうご飯作ったりお菓子作ったり、そういう感じのね一日を過ごそうと思ったんですけど、もう朝起きた時、いやもうダメだ、今日はもうダメだと思って七草がゆ食べてね、その後薬飲んでちょっと寝ました。結構ね元気になったので、新年らしくちょっと新しい手帳をねセットアップしていこうかなと思って動画を回してます。でも今日は本当にオフモードなので、メイクもねほとんどしてないしということで、手元でお届けしていきたいと思います。手帳というかなっていうか日記ですかね。日記をちょっとセットアップしていこうかなと思うんですけど、まずはこちら去年使ったものですね。2025年に私が使っていた、日記というよりかこれはもう旅行のね記録をこんな感じでまとめてて、あとはこれフィンランド1ヶ月行った時陣用にねいろいろこう日記をね簡単にしたためていて、これがねいずれきちんと文章に起こされて、陣になるという感じで、旅に行った時の旅記録みたいな感じで去年はこちらを使ってました。このノートカバーはヒンクヌンクで2024年の年末にホリデーで発売したレザーノートカバーですね。会社とかにもね持っていけそうな感じの大人っぽいカラーの、内側はこういう感じでミントグリーンとライトパープルっていう感じで2色ね色が入ってるので、外はシンプルで大人っぽい感じでも中の
このカラーで遊びを聞かせるみたいな感じのノートカバーをね作りました。中の、こちらのノートは緑の MD ノートブックですね。英語サイズの枠があるだけで真ん中の部分はこう無地のノートです。去年はね半分ぐらいしか作れなかったですね。全部埋め切ることはできなかったんですけど、これぐらいちょっと余っちゃってます。ですが今年はちょっとねまた気持ちを切り替えて新しいノートをね作っていきたいということで、こちら買いました。新しく緑 MD ノートブックジャーナル英語ブロック方眼形ですね。開けていきたいと思います。緑のね MD ノート使いやすくて大好きなんですよ。シンプルで。今年は枠のやつではなくってブロック方眼形ということで、中はこういう感じで片面4つに区切られてるノートですね。1日1枠という感じで、片面で4日分、見開きで8日分。今年はねちょっと日記をつけようと思って、このタイプのノートを買ったんですけど、スケジュールはね全部携帯で管理してるので、カレンダーみたいな月間の予定を書き込むようなページはいらなくて、とにかくこの日記を書けるというシンプルなノートが欲しくって、しかも1日これぐらいの量っていうこのね小ささがすごくいいなと思ってて、1日1ページとか1日半ページぐらいだと結構書くことが多くて負担になっちゃうんですよね。このねページを埋めるためになんか余計なこと書いたりとか気軽に書けない、そこがね結構ネックになって、日記を書くのがもうめんどくさくなって三日坊主になるっていうのを何度も何度も経験してるので、1日これぐらいの量、もう本当にワンツイートぐらい、昔のツイッターで言うとそれぐらいのつぶやきぐらいのその日の感じたことを書けるぐらいのスペースがあれば十分なので、こちらのノートを買いました。日付もね自分で書いていくような仕様なので、書けない日は書けない、書きたい時がある日は書くみたいな感じで、本当に負担なく日記を書いていこうと思ってこちらのノートを買いました。でこのノートにこちらのね新しいカバーをつけていこうと思います。これはねこの一昨年に販売したこちらのノートをね作る時に、試作としてねいろんなカラバリを作ったんですよ。その中の一つ候補だったものですね。当時はねなんかこういうちょっとトープというか大人っぽいカラーのものがね欲しかったんですけど、今年はなんかちょっと気分が変わってですね、私の中でピンクみたいな、これは実際にはちょっとライトパープルっていう感じですね。初代のノートカバーの内側のこの部分ですね、この色が表紙になったノートカバーです。でヒンクヌンクのロゴがシルバーで焼き込みされてて、内側がミントグリーンに濃いめのグリーンですね。これが今年のね私の気分で、こちらをね採用していきたいと思います。この色味のノートカバー実は今年ねどこかで販売しようかななんて考えています。まだ決定ではないんですけど、これ販売できたらいいななんて思ってるんですけど、こういう感じでつけていきたいと思います。はい。かわいい。このノートカバーをね使おうかなって思った時に、この色味すごくラプンツェルっぽくないと思って、最近チャームが流行ってて、カバンとかいろんなとこにみんなジャラジャラつけてるじゃないですか、平成っぽい感じで。ということでこのノートカバーのこのねペンとかをね刺すようなこの部分、ここにチャームとかつけたらもっと可愛くなるんじゃないかなと思って、私買ってたものがありまして、開けていきたいと思います。私が買ったのはパンドラです。皆さんパンドラご存知でしょうか。1個開けてみたらわかるかなと思うんですけど、見えるかな。こういうね小さなチャーム、これハートなんですけど、こういうねチャームが本当にいろんな種類のものが売ってて、好きなチャームをね集めてブレスレットにジャラジャラつけていって、オンリーワンのねブレスレットとかネックレスを作れるというね、そんなブランドなんですけど、パンドラのブレスレットとかネックレスとかしかないんだろうなと思ってたら、キーチェーンも売ってることに気づきまして、こういう感じの小さなキーホルダー、これが売ってて、このキーホルダーのこの輪っかの部分にこのパンドラのねチャームをつけていってキーホルダーを作れるということで、これを作ってノートカバーにつけたらめちゃくちゃ可愛いんじゃないかと思って
買いました。もう開けちゃったんですけど、1つ目はちょうどウィンターセールやってて半額ぐらいになってた緑と青が混ざったなんか石っぽい感じの小さなハートのチャームです。あとは小さすぎて見えにくいと思うんですけど、太陽のミニチャームです。わかりますか？ちょっと太陽の形になってるんですけど。で最後もう一つこちら、これが大本命。なんとねパンドラはディズニーコラボしてるんですね。見えてるかなこれ。これラプンツェルのパスカルのチャームなんですよ。わかりますかね？ラプンツェルに出てくるカメレオンのパスカルのチャームです。このチャームはですね、温度でね色変わるんです。カメレオンだから。こうやってちょっと温めると、さっきめっちゃ真緑だったけどちょっとずつ薄くなってるの分かります？このパスカルのチャームでちょっとラプンツェル風のキーホルダー作ったら、さっきのねピンクのノートカバーと合うんじゃないかと思って買いました。どういう並べているかな。ここにこういう感じでパーツを通していって、カチッとつけるとかわいいラプンツェルのイメージのチャームキーホルダーできました。でこれをねここにつけたら可愛いんじゃないと思って、通るかな。結構ちっちゃ、あんなちっちゃいのわ、ちょっと通らないのこれ。このペンホルダーの幅がすごく分厚くて、キーホルダーのこの金具が通らなかったのでちょっと無理やりなんですけど、この上のところちょっとね切りました。そこにキーホルダー通しました。こういう感じでちょっとねチャーム付きでちょっとラプンツェル風のね日記帳になりました。はい、これをね今年から使っていこうと思います。でこのね日記をねつける時にいろいろと小道具というかそういうものもねちょっと買い足してまして、切手型のクラフトパンチですね。これ買いました Amazon で。こういう感じでパンチなんですけど、切手型のパンチということで、なんか例えばなんですけど、私ムーミンのこういう日めくりねカレンダー毎日破ってるじゃないですか。でこれをね保管しとくの結構大変というか、毎回ね保管せずに破棄してたんですけど、可愛いね絵柄の時はねちょっと何かに残しておきたいなと思ったんですよ。そういう時にこの切手型のクラフトパンチでこう一部だけですけど残せるんじゃないかと思って、例えばこのミーのね顔がすごい可愛いなと思ったら、ここだけをパチッとくり抜いて、こういう感じで切手型にくり抜けるんですよ。だからこれをねこう日記のところに貼ってデコるっていう感じで使えるんじゃないかと思ってこちら買いました。切手のクラフトパンチめっちゃ可愛くないですか？できればね全部残しておきたいけど、これを毎日毎日こうやって貼ってたらページもねどんどんなくなっていくし、だけどこの一部だけを切り取って貼ることで自分のね可愛いと思うところだけは残しておけて、あとはね空いてるスペースに日記をかけるということで、ポストカードとか、あとは食べたお菓子の可愛い包装紙とか紙袋とか、そういう日常で撮っておきたいなみたいな可愛い瞬間のものがある時にこういう感じで切手風に切り抜いて貼ったら思い出にも残るしいいんじゃないかなと思って、切手型に切れるクラフトパンチ導入しました。あとは去年の旅のジャーナルで使ってたこの写真をねプリントアウトしてノートに貼れる機械、これもね結構質問来るんですけど、こちらはこのインスピックというこの機械でスマホから画像を転送して写真をプリントアウトして、でこれ自体がね後ろがシールになってるのでもうそのままペタッと貼れるという、こちらインスピックとてもおすすめです。これも今年ね使っていこうと思います。そんな感じですかね。今年の手帳事情、ちょっとチャームとかつけてみたりしつつ、今年はちょっと大人ピンクというかパープルというかそういうカラーが私の中でちょっと来てますというご報告ですね。でその流れでちょっとねご紹介したいというか、この去年のねジャーナルなんですけど、こういうところにシールで私こうちょこちょこデコってるんですよ。で2025年はもうなんか空前のシールブームでしたよね。そのシールブームに乗っかって私の今までちまちまと数年かけて集めてきたシールをちょっと見せたいんですけど、いいですか？私のシールコレクションを見せれるのって今このシールブームのこの時しかないんじゃないかと思ってちょっと見せたいんですけど、シール帳やらないんですかってたくさんの方に質問
いただいたりしたんですけど、私ねボンボンドロップシールというよりかはサンディライオンとか、あとはミセスグロスマンのシールラバーなので、ボンボンドロップシールは懐かしいなと思うんですけど、ちょっと私のね好きなタイプのシールではないんですよ。私はもうずっとねサンディライオンとあとはミセスグロスマンをちま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 集めてきた人なので、同い年ぐらいの人はねすごく懐かしいと思ってると思うんですけど、そのシールをねちょっとよかったら見てください。ちなみにこのシールのこの入れてるこのファイルは無印で買いました。ほんとサンディライオンがね大好きでね、犬猫みたいな動物もねいっぱい持ってるし、あとこういう唇マークでしょ。なんか懐かしくないですか？子供の時雑貨屋さんでさ、なんかワンシート150円ぐらいでみんな買ってましたよね。ライオンさんのこのマークのやつ、これがもう私大好きで未だに集めてるんですよ。こういう感じで懐かしくないですか？この辺とかさ、ほら同い年ぐらいの人は見たことあるんじゃないですか？このディズニーのミッキーミニーのやつ、キラキラしたやつとか、あとはこういうふわふわ系のやつ、あとこのミニーちゃんも懐かしい人たくさんいるんじゃないですかね。あとこれも懐かしくないですか？このフードシリーズ、はい、あと他にもいっぱいミッキー&ミニーフレンズのものねたくさん集めてますよ。私はちゃんとなんかハロウィンっぽい感じの季節もののも持ってるし、本当に見せたいものいっぱいあって可愛いのいっぱいあるんですよ。これ見てください。これ風が強い日のプーさんのシールめっちゃ可愛くないですか？この風もシールになってるの。あとねこれはのんちゃんが好きそうなライオンキングキラキラ、プリンセス系だとこのオーロラ姫もね持ってます。結構使ってるんですね、惜しげもなく私。なので結構なくなっちゃってるんですけど、これも懐かしくないですか？同世代ぐらいの皆さん。お化粧品のやつキラキラの、これ大好きだったな子供の時。このミセスグロスマンのお野菜シールも可愛いですよね。ほらお野菜シール、この辺も全部お野菜でしょ。これも可愛い。101匹ワンちゃん、これもすごい好き。この辺は動物系かな全部で、次のページも動物系だ。あとこの辺はミセスグロスマンかな。果物系とかスズランとか葉っぱとか、ほんといろんなの持ってて一個一個紹介できないのがちょっと悔しいんですけど、これ何気にね日記書いてる時使うんですよね。このシンプルハートちっちゃいやつ、これミセスグロスマン。これプラザとかにもね未だに売ってますよね。結局ねこういうちっちゃいねハートみたいなやつがね日記書く時は一番使うんですよ。あとこういうなんだろう、星っぽい感じ、こういう流れ星みたいなやつも意外と使うんですよね。日記書いてちょっとなんか可愛くしたいなって時。宇宙のシールのこういうなんていうんですか、このキラキラみたいなやつとか本当こういうのが一番使うので、なんだかんだディズニーのねシール集めてもあんまり使う機会ないんですよ。意外とねこのお魚さんとかこういうのもすごく使います。はい、なんかリゾート地行ったよみたいな時とかにお魚のこういうシール貼ると可愛いです。あとクリスマスシーズンだったらねこのツリーのシールとかこういうのもすごく使います。飛行機も結構使いますね。旅行に行ったよみたいな時、この飛行機のシール貼ると可愛いです。そんな感じかな。あとここにもいっぱいあるんだった。だから今さ本当にシール帳作るのが流行ってるじゃないですか。だから私もシール帳とか作ってさ、そのシール帳界隈に紛れ込みたかったんですけど、シール帳に貼るのもったいないんですよね。大事なまま保存してニヤニヤねこの自分のコレクション見るのが本当に好きで、だから今ボンボンドロップシール流行ってるんですけど、この昔のこのサンディライオンとかのシールを持ってる人がねいたらね、もうぜひねシール交換したいです皆さんのね子供の時のシールとかまとめて入れてたカンカンとかがねもし残ってる方いたらぜひね見返してみてください。昔のねこのシールが本当に可愛いってね大人になってからもう一回気づけると思うので、ちょっとこのシールコレクションをね誰にも見せることができないから、今ここでねこのシールが流行ってるこの時に私は皆さんに見てほしいと思って。懐かしくないですか？この台紙ですよ。これサンディライオンね、もう一回復活してほしい。ほらこの大きなさやつとかもあったんですよ。スペシャルパックみたいなので当時300円で買えたんですよ。こんな可愛いディズニーのシールがキラキラの。見てこの可愛さ。こっちにもいっぱい。
あとね結構韓国もね可愛くて、韓国のシールもね集めてるんですけど、これ韓国で買ったやつですね。クマさんのキラキラ運動会バージョン。あと韓国のなんか好きな作家さん、これなんだろう、クオッカかな、これも韓国クオッカかな、可愛いゆるくて、これはサンディライオンだね。このサンディライオンのディズニーのこのアルファベットシリーズめっちゃ可愛くないですか。これもほんと可愛くて使えない。プーさんとかミッキー&ミニーのやつでしょ。あとこれのんちゃんにあげたいライオンキングのシールシート、めっちゃ可愛い。ライオンキングはこっちもあるわ。はい、そんな感じでね私のシールコレクションをちょっと見ていただいたんですけど、ありがとうございます。ちょっと今このシールブームが起きてて、シール好きとしてはねそういうブームが来てることって嬉しいので、今シールが注目度が高いということは、私のシールコレクションもね楽しく見ていただける方が多いんじゃないかと思って、やっぱりこうやってコレクションしてるとね見せたくなっちゃうんですよ。だからシール帳作る気持ちすごくわかるって感じなんですけど、こういう機会でしかね私の持ってるこれをね見せれる時がないんじゃないかなと思って見ていただきました。だからね今巷ではボンボンドロップシールがすごい流行ってると思うんですけど、シールはねボンボンドロップシールだけじゃないですから、なんかプラザとかあとは海外に旅行行った時とかに可愛いシールを見つけたら買って帰って、でそれをねこういう風にコレクションしてもいいと思うし、こういう感じでね日記帳に花を添えるみたいな感じで使っていくと日記を続けるモチベになると思うので、ぜひねやってみてほしいなと思います。はい、なので私も今年日記をね書くので、この集めてきたシールをねどんどん活用しながらできるだけ毎日日記をね書いていこうと思います。はい、そんな感じで私の今年の日記セットアップでした。今年こそはね日記を書くぞと思ってる皆さん、私と一緒に三日坊主にならないように続けていきましょう。気負いすぎないように続けていくが今年の目標です。はい始まりました。最近のラジオ第52回、今年もどうぞよろしくお願いします。よろしくお願いしまお願いす。します。このラジオは私はこのお家にアトリエを持って、そして私たち夫婦が半別居生活になったということで、私たち夫婦の今をお届けするそんなラジオになっています。ということで2026年もどうぞよろしくお願いします。結構お正月何しましたかみたいな質問いただくんだけど、本当ね正月してたよね。でも今年は元旦にちょっと外出て初日の出を見に行ったりとか、見れなかったけどちょこちょこ外に出たりはしながら本当にゆっくり休ませていただくことができました。まだちょっとお正月休みのこのムードが抜けきってないんだけど、今週からまたねバリバリ働いていこうと思います。はい、頑張りましょう。ということで今年一発目のラジオ、特にこよとりさんたちからのお手紙募集してなかったのね。そうね、一周空いてるからね。そうそう、だから私がインスタグラムで一問一答ぐらいの感じで、こう質問コーナーみたいなのをやったら面白いんじゃないかなと思っていろいろ質問を募集したら、本当いっぱい質問を送ってくださって皆さんが、それを読みながらね、今年の目標はとかいろいろ書いてあるから、そういうのもいろいろ含めながらお答えしていく回にしていきたいと思います。はい、はい、僕がやった方がいいですか？そうですね、はい、ランダムに好きなのはちょっとランダムに。はい、ズバリ今年挑戦したいこと。でも去年引き続きなんだけど、和菓子を作るのによりハマりつつ、お茶を探求したい。はい、今年挑戦したいこと、断捨離。断捨離やだ、怖い。何を断捨離するの？ちょっともうすでに断捨離されてる。うちの我が家のさ、2人で住んでる方の毛布をさいっぱい捨てられちゃってさ、追加で買ったからね。買ったから古い分を捨てようとしただけ。そうね、お布団用のね。
今年は何カ国ぐらい行きたいですか？何も決まってないんですけど、うん今年行きたいなと思ってるのはベトナムと、あとはスリランカ、デンマーク、うんあとはもうずっと行きたいのはアフリカ。あなたは？なんか久々に、うん東南アジアとかわかる。なんか行きたい。行きたいよね、うん最近結構流行ってるっていうか、なんか注目度が上がってるらしくて、うんベトナムとかすごいいいらしいよ。うんだから行きたいですね。今一番欲しいものは？意外とないかも。ないかも。あなたは？洋服。そうだ、私もさちょっと服の系統若干変え出してるの。そうね。そうこれ曜日オトープっていうところなんだけど、そこの服がね結構素敵だよって教えてもらって、この前ウィンターセールだったからね、年始ので、それでちょっと服をね新しくいろいろ買ったんですけど、ちょっと大人っぽい感じなのもこうミックスさせていきたいなと思って、はい、一番何にお金と時間をかけていますか？茶器系じゃない、陶器系じゃない。これは体かな。そうだ、食べ物にお金と時間かけてる。そうなんか結局なんか素材を食べようとすると、うん加工品じゃなくて素材を食べようとするとやっぱお金かかる。そうだね、ミクさん先生のそれぞれ2026年の漢字1文字と理由。はいはい山。はい。私ね去年で結構自分の活動してきた、独立して頑張りたいっていう山をねちょっと一山登った気がしたの、自分の中で、だからもう一山探して登りに行く、その山を見つける年、なるほどね。うん天界の天、元気な体を手に入れたので、うんやっぱもう一つ何かを発展させたり、なるほどね。そう去年はね積み上げるっていう感じだったから、うん今年それをなんかもっとこれを使って何かできるようにっていう気持ちですね。ファンミーティングの予定はございますか？ファンミーティングの予定は今のところないですけど、まあサブスクリプションやってるので、インスタグラムのそれで何かしらのなんかね場所を作れればいいなとは思ってます。初夢は何か見ましたか？なんか困ってる人を助けようとして、私がその犯人を羽交い締めにして捕まえたっていうなんか言ってたよね、っていう夢見た。見た？いや見てない。爆睡です。最近推し活してますか？よく聞かれるんだけど、あんまできてなくて、でもというのもさライブに行きたいじゃんと思って調べるじゃん、日程、結構先じゃん。ここにさ仕事が入りそうっていうか、私の仕事っていつさこう海外に行くとかさ分かんないから、っていうのでわこれいけんのかなって思ってると、いつの間にか応募期間終わっちゃってるみたいなのが多いですね。でももう私よりも私のお母さんがもうドハマりしていますそうでもテレビ番組とかそういうのは見てます。追ってね、ミュージックステーションとか出てたりすると一緒に見るよね、タイムレスとか。フォトウェディングの予定は決まりましたか？あ、そうじゃん、そうだよ。なんで私なんだっけ、ドレス見に行こうとして行けなくなっちゃって、また行こうってなってるけどまだ予定立てれてなくてと思って、最初はさこう一つのドレスショップで決めようと思ったんだけど、これを待ってる間にやっぱいろんなドレスショップ行ってみたいなっていう気持ちが出てきたから、ちょっといろいろ行ってみようかな。暑くなる前にね。そうだねそうだね、涼しい時じゃないと。だから例えばさ春ぐらいに決まったら、じゃあ冬とかに撮影すればいいじゃん。今年の冬ってこと？そうだってほらドレスだってさ貸し出しでこういろんな人が借りたりとかしてるから、多分予約が長い方が絶対確実に取れるよね、きっと。あ、そんなもんだ。多分絶対そうだよ。まあでもとりあえず今年中にはやりたいよね。LINE スタンプ可愛くて絶賛愛用中です。何を使って書きましたか？ありがとうございます。そうじゃん、 LINE スタンプ、このお正月休みの時に彼から書いてって言われて LINE スタンプを書いて発売して、たくさんの方が買っていただいて本当ありがとうございます。で使ったのは iPad で、そうだ、プロクリエイトっていうイラストアプリを使って書いてます、はい。じゃあどっかまたリンク置いとくんで、ぜひ皆さん使ってください。私のおすすめのスタンプは買うよ私やってやつです元旦からランニング始めました。いつかホノルルマラソン走りたい。お二人はどうですか？すごい、走ってみたい。私もホノルルマラソンフルマラソンいける？いやどれぐらい練習したらいいの？1年以上でやんなきゃダメだよね、きっとね。でもホノルルマラソンは制限時間がないのよ。だから結構さ、歩いてでもいいってことだ。そう趣味の見つけ方教えてください。趣味の見つけ方か。
でもなんかその、インスタとか見てたりするとおすすめとかにさこうみんな素敵なさこう写真あげたりとかするじゃん、お料理だったりとか編み物だったりとか、何でもいいんですけど、そういうの見て素敵だなと思ったらなんかその場でもう始めたらいいと思います。編み物やってる人素敵だなと思ったら編み物きっと初心者用と本みたいなやつをもうすぐ Amazon とかで頼んじゃって、それでやってみたら面白いかもってなって、それが趣味になると思います。だけどもうその挫折を恐れないってことね。そうそう。向いてないわと思ったらすぐ次。そう、和菓子とかもそうだった。作ってみたら、意外と楽しいかもと思ってハマってったので、継続することが苦手なのですが、継続するための秘訣はありますか？でも何か始めて成功したいってちょっとでも思うならそれが原動力になると思うんだけど、どう？なんで私は継続できている？でも結構飽き性だから夢とか変わったりするんですけど、たまたま続いてるのがあるっていうだけ。それもあると思う。得意だなってやっててもあんまり負担じゃないなって思うものが続けられてるっていうのもあると思うし、あとはもうある程度のところまではちゃんと活かせたいっていう意地。あなたは筋トレなんで継続できた？1年。いや筋トレはだってイージーじゃん。イージーじゃない人いっぱいいる。最初の頃はやっぱ私日記書いてたわ。日記書いて毎日これできたあれできたっていうのをやってました。でそれが習慣で身についたから日記書かなくても自分の中であれできたこれできたって頭の中で整理できるようになった。でも今年また新しく山を見つけたいだから日記書くのを始めようと思って日記帳作ったの。確かに俺もなんかあれやな、食事ノートとかをつけてそこにトレーニングメニューとかも全部記録してた、だからなんか一回それた時にもう一回立て直さないとっていう書いてあるからね。そう戻せる自分を、そっちに。そうだから記入するといいと思います。何にでもいいから、確かに記録は大事。携帯にポチポチじゃなくて書いた方がいい。あなたもノートに書いたでしょ、その方が実感できる。会いたい人はいますか？会いたい人？著名人とか。著名人？どういう風に会えるってこと？街中でキョロって。分かんない。何でもいいんじゃない？やっぱ私が自分が見てる YouTuber さんとかに街中で遭遇してみたいよね。瀬戸康史さんとかいる？誰でもいいんだよ。サッカー選手とかでも。会って何するって思っちゃうんだよね。結構わかるよ。うわーってなる人。わーって存在してたみたいな。フカキョンとか。意外なもしも1ヶ月間何も追われず過ごせる時間があったら何をしたいですか？いやもう寝てずっとゴロゴロしてベッドの上で私携帯ゲームのグッズソーティングっていうパズルゲームが大好きでやってるんですけど、それを一日中やってることをしたいですね。あなたは？変わんないかな。俺別に。そうだよ。三が日ダラダラしたいのになんかちょこまかしたもんね。あなたね、いつも通り過ごしたもんね。全然変わんないね。変わんないね。休みたいとか思わないんだ。思わないっていうか、だっていつか終わりが来るやん。そこの寂しさに俺は耐えれないね。だって1ヶ月間何もしなくていいよってことは、1ヶ月1日目があるわけやん。その何もしない後の何かしなきゃいけない1日目。そこが俺は耐えれないからちゃんとやっとこうってなっちゃう。あなたやっぱ INTP じゃないと思う。INTJ だと思う。東京に住む理由は何ですか？私は普通に都会が大好き。友達がもうこの辺に最近いすぎてて、みんな徒歩で集まれるぐらいの距離に住んでるから、ここから遠いところに住みたくない。あなたはもう東京出たい？って思ってた。今丸4年住んでんのかな。こっち来たばっかりの時はなんでこんな人多いところに住まないかんのやろって俺は思ってた最初ね。東京に憧れないもんね。なんだけどそれでもなんかこのドライな感じが心地いいっていうか、なんかちょっとめんどくせえと思っても、無視して生きていけるっていうか、っていうのがなんか意外と自分に合ってるんかも。いやでもなんでこんな人多いんだよっていうのを、3回ぐらい、年に1回ぐらい行ったり来たりして今は地方きついなって俺は今思ってる。そうだよね。たまに行く分にはめっちゃ好きなんやけど、住むってなるとちょっと今しんどいなって思ってるタイミングですかね。でも今はだよね。将来はもう別にどこでも暮らしていけるとは思うんだけど。ズートピア2見ましたか？感想を教えてください。ズートピア2見ました。めっちゃ面白かった。感想はなんかこういうのでいいんだよって思った。なんか、一応メッセージ性はちゃんとあるんだけど、結果的にはやっぱ問題解決したみたいな感じの
子供でもさ結構分かりやすい、内容なのね。やっぱそういうのがやっぱディズニーが一番見てて面白いなって思う。今ありのままでとかさ、こうアナ雪みたいな、そういうのもさいいんだけど、モアナとかも好きなんだけど、でもやっぱ子供の時はさ事件解決したとかさ、そういうものばっかり見て育ってきたから、101匹ワンちゃんとか、ビアンカもそうだし、それがね戻ってきたみたいな感じで、すっごい面白かったから、ぜひ皆さん見てなかったら見てください。ラジオを始めたことによりお互いの変化を感じることはありますか？よりさ、仲良くなったくない？かな。あとはラジオってさ、私たちの会話もプラスだし、見てる人に状況を説明しなきゃいけないじゃん。だから特に私はそう説明の組み立てが、ラジオやる前よりかは上手くなったような気がする。とか人の話を聞いてる時になんとなくここ足りてないなみたいな時に要約してそこを付け足して話すみたいなスキルがちょっとだけついた気がしますね。夫婦円満の秘訣は何ですか？基本私がなんかピーチクパーチク怒られてるからな。どっちかが元気だったらいいんじゃねって思うけどね。そうね、どっちも病んでたらね、結構破綻しちゃうよね。今年の自分にキャッチコピーをつけるなら、新規開拓しますせ。新規開拓しますいやなんか、そのさ自分の新しい山見つけていくみたいなの、新規開拓じゃん、今持ってるものを持ちながらまた新しい山にも登りたいんだけど、プラスで、YouTube も今まで見てる人も大事にしながら新しく見てくれる人もやっぱり獲得していきたいなっていう、ちゃんとそういう欲はあるので、そういう意味でコンテンツもなんか新しいものないかなって考えてやっていきたいなと思うし、常にこう、一回登りきって達成してやったってなったところからまた新たないろんな方向で新規開拓しますねということで、あと1ヶ月で結婚します。新婚の頃やっておけばよかったことありますか？俺も結構やっておいた方がいいことさ、最初からやってない？別に後悔はないから、でも強いて言うならば、そのウェディングフォトはちゃんと結婚した時に撮っとけばよかったなっていう。ウェディングフォトね、なんでこの5年も経ってから撮るんやろっていうちょっと冷めた自分もいるっていうのは正直なところ。確かにそういう結婚式とかウェディングフォト系がやりたいかもって1ミリでも思うなら、もうその早いタイミングでやった方がいいよね。みんなやってると思うんだけど、私たちの時はほらコロナ禍だったから。そうね。そうしょうがない。2026年もフィンランドへ行く予定ありますか？どうだろう、本当に分かんないんですよね。今年だってまだ海外旅行どこへ行くとか全く決まってないから、行かない可能性もあるしね普通に、だから本当に分かんないんですけど、フィンランドはでも去年1ヶ月行ったので結構ね大満足って感じなので、それで言ったらデンマークとか、そっちのに行ってみたいなっていう気持ちはあります、でも行けるならもう普通にいつでも行きたいんですけど、友達と行きたいかな。友達とサウナとかコテージ借りたりして楽しいかも。あとお母さん行きたいんだって。母娘旅も結構フィンランドいいからさ、そういうのがあればね、行ってもいいかも。海外旅行行く際に2人が最も気をつけていることは何ですか？この前ちょっと2人で話したけど、お店に入る時とか、誰かに接する時に、とにかく笑顔てかアジア圏の人ってやっぱ不愛想に見られがちだと思うよね。表情がね、欧米の人とかに比べると乏しかったですよね。リアクションがね。なんだっけ、アジア圏の人は目で表情を感じ取るけど、欧米人の人は口元で感情を読み取るから。アニメもそうっていうね。だから、口をちょっと開いて挨拶するとかニコってするっていうのを、日本人ってマジで目だけでやりがちやから。確かに目でね、みたいな。で口をちゃんと大きく開けてなんか笑ったり挨拶することで、全然違う。わかる。アジア人ってやっぱ思われることもあると思うね、でも俺もそれ意識し始めてからなんか嫌な態度を取られたりしたことがない。確かに差別的なね感じのことされたことないよね。あったかもしれんけど、なんか本当みんないい人に当たってるなっていう感覚があるから、それはやっぱ口元でちゃんと笑うっていう。わかる。私も一人旅してた時それ結構一番気をつけたかも、お店はね、外では不愛想でいるけど、変な人に声かけられない。フィンランドのジンはいつ頃完成予定ですか？夏に行く予定がありぜひ参考にしたいです。でも決めたよね、昨日かな、
一昨日ぐらいに2人で今年の仕事の計画どうしましょうって話した時に、ジンはね、ちゃんとここまで締め切りでいつ出すって決めたので、夏に行かれるんですよね。前には出るよね、この計画通りに。あなた次第ですね。なので大丈夫だと思います。2025年ベスト旅は？いや僕ロンドンですね。いや私もロンドンなんだけどじゃあロンドンや。でもね、フロリダ。おー、なるほどね。フロリダディズニーが本当に楽しかったっていうか、もうなんかなかなか行けないし、私の自分のオタク度を全部解放できたっていうので、フロリダかな。厄年って気にしますか？気にしてますよ。だから今日行ってきたんですよ。厄払い毎年行ってるよね。毎年ご祈祷行ってるんだけど、今厄年はちゃんと行って、皆さんもね多分同い年だったら毎厄なので、91年生まれは。そうね、女性は30代はもう厄続きだからね。そうで、なんか友達に教えてもらったんだけど、厄年の時って配偶者、例えば旦那さんの実家の旦那さんがの地元の神社に厄払い行くのがいいらしいですよ。だから翻訳の時行こうかな、あなたの神社に。お二人の血液型は何ですか？ AB。 私はお母さんが A でお父さんが B なので生粋の AB 型です。うちは A 型と A 型から生まれた A 型なんですがおばあちゃんが確か O 型だから、多分 AO の可能性もある。でもほぼ A でしょA 型だもん、もう完全に。喧嘩した時先に謝るのはどっちですか？僕です。私です。全然謝んないですからね。絶対に謝りません。自分が悪くない時は絶対謝りません。で大半自分が悪くないと思ってるでしょ。だからコウヨトリスタンプあったじゃん、あれ書いた時に、私の鳥とあなたの鳥、ピンクの鳥と灰色の鳥で書き分けてたんだけど、ごめんってやつはこっちの彼の鳥にして、なかなかごめんって言わないからこういうところで消化しようと思ってごめん鳥にした来月東京へ行きます。おすすめのランチはどこですか？熊本在住です。ランチ？やぶそばでしょ。そうだね、やぶそばだね。東京来たら、やぶそばか、三大そばがあるんだよね。この3つはマジでうまいんで、私たちそばラバーなんで、この3つ行くよね。でも一番行ってほしいのは神田やぶそば。注文の取り方もいいしね。せいろ1枚ありがとう存じますって言って。飼ってみたいと思う犬はいますか？あれでしょ、ゴールデンレトリバー。いや、そっちなんや。何？ボーダーコリーって言ってなかった？ボーダーコリー飼いたいけど、絶対私舐められるから知能が賢すぎてね、私甘やかしちゃうから絶対、だから、それ考えるとゴールデンレトリバーかな。俺ね、昔実家ではウェルシュコーギー大好きだよね。コーギーかわいい。でもやっぱゴールデンの可愛さもちょっとやばい。もう俺のインスタのおすすめ投稿はマッチョとゴールデンしかいない家計管理はどうしてますか？最近結婚しましたが家計管理に苦戦しています。これはですね、何回か話したこともありますけど、うちはもう別々、完全に折半です。生活費は一旦彼が全部賄ってくれてます。そうだから僕がカードを渡しといて、それで基本的に全部切ってもらって、僕は月末に経理業務のように請求する。だから例えば2人でスーパーに行って夕飯の材料買いました、じゃあそれが3000円でした、俺のがいっぱい食べるしと思って、例えばちょっと多めにしたりとか、なんかでもやたらプリンとかヨーグルトとかなんかデザートカゴに入れてたなっていうので、そのレシート見てざっくりはこれくらいだなと思うので暗分してみたいな、ざっくりやってるって感じ。もうそれが一番なんか喧嘩も起きないね、お金に関して。そうね、あんまりこういうことを言うべきじゃないんやけど、万が一ここで別れますとかなった時も、そのうちにある家具とかっていうのは全部誰がどっちかが払ってる。そうね。家具とかに関しては暗分してない。確かにそうだ。これは僕、これはあなたっていう感じで全部分かれてるから。あなた椅子ばっかだよ。俺椅子ばっかりっていう感じ、その結婚されたばっかりだから、あんまりこういうね現実を言うと良くないのかもしれないけど、結局何かあってもさ、ダメな時はダメだから。そうね。っていうことを考えると、どんな人間関係でなんかやっぱそれがいっちゃん大変なんだって、資産を分けるのが。
でもお互いもう恨みまくってそう恨みまくってる時にそんな話はしたくないからもう綺麗に全部分けてますまあ、たまにだからご飯とかなんかちょっとしたカフェとか買ってくれてなんか払ってくれたりとかあるけど、とかもじゃんけんやねまあ、人による、ると思うんですけど、まあ、もしそれができるなら、まあ、それも一つの手ではとは思います。どうしていつも人生とはみたいなことばかり考えてるんですか？めっちゃ面白い、確かに。でも逆にみんな考えてないの、人生とはって私すごい大好きなんですけど、人生とはとか考えて生きていくの。私子供の時からさ、自分ってどうやって死ぬんだろうとかいつまで生きれるんだろうっていうのをずっと考えて生きてきたから、そういう話をしてもう話してこう深めてくれる人、結婚したり付き合ったりするし、友達もそうだしみたいな。今年のヒンクヌンクの予定。今年はですね、結構いろいろ頑張って考えてます。ヒンクヌンク4年目になるということで、これまで3年少ないながらも一個一個ね商品出してきて、なんて言うんですか、言っていいの？どこまで言っていい？まあいろんなもののアップデート再販っていうのかね、がちょっとだけ始まりますよと。はい、たくさんお声いただいたあのものとか、初代のあのものとかっていうのがちょっとだけアップデートされたりとか、あとは新しいものもいくつか予定したりとか、ホリデーも今年はどうしようかななんていろいろ考えているので、私の今の生活の中で私が好きそうだなって思うものが結構商品となって出てくるっていう感じですね。はい、頑張らないと。それも物作るの本当にね時間かかったりするしね、原価みたいなものもどんどん上がっていく時代だし、それね本当にそれに悩まされてきた去年だったし、今年もそうなると思うんですけど、でも納得して買い物していただけるような地盤を作ったりとか、物自体をねより使いやすくとか、っていう風にアップデートして手に取ってもらえたら嬉しいなと思います。頑張ろう。はい、はい、園香と愛子の恋の応援をお願いします。もちろんだよ。愛ちゃんでしょ。愛ちゃんから来てる。でもね、私たち 2年前ぐらいに台湾行ったじゃん、女子旅で。あなたもついてってくれた時、その時に文鳥占いっていう占いしに行ったんですよ。その文鳥占いがめちゃくちゃ当たってるの。まずのんちゃんが旅をする仕事しますみたいな言ったじゃん、去年のんちゃんすっごい旅してて、あの占い通りに行くと愛ちゃん、特に愛ちゃんは今年結婚しますと、のんちゃんも今年がいいよ恋愛的にはって言ってたよねでものっちゃんどっちかっていうの仕事がねうまくいく人って言ってたからね、まあでも恋愛も今年がいいよっていうことだったから、もしかしたら2人ともトトンってね結婚しちゃうかもしれない、俺も文鳥によって最後結婚、じゃあこのタイミングにしようって決めてるからね。そうだよね、私もなんか前言われたこととか当たってるもん。そうね、そう全部当たってるの。私も今年1年頑張っていこうと思います、2人で頑張っていこうね。はい、ということで、今週の最近土曜ラジオは以上です。新年一発目ということで質問コーナー的なことをしてみました。今週こうよとりさんにさっき話してて思ったんだけど、キャッチコピーを募集しようかな。トークテーマとして、2026年の私のキャッチコピー、そしてその理由っていうのをこうよとりネームをつけてお手紙いただければと思います。ちょっと今年も1年頑張ろうっていう、みんなでこうモチベーションを上げる、みたいな感じでそんなお手紙をいただけると嬉しいです。私たちねプラスで私たちにこう質問があったら付け加えていただいても構いません。ではなんか最後なんだっけ。最近同様ラジオから公式 LINE スタンプが絶賛発売中です、概要欄からぜひチェックして使ってみてください。この動画が面白いよっていう方はグッドボタン、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。今年70万人目指していきたいと思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。